こんにちは。この動画はケンズジャパニーズクラスです。このチャンネルでは簡単な日本語で日本のことを話します。JLPT の N5 や N4 の人もわかるようにゆっくりはっきり話します。今日のテーマはよく使われるオノマトペその6です。今日のオノマトペはツルツル、ザラザラなど触った時の感じを表す言葉です。いつもの生活でよく使います。それでは一緒に見ていきましょう。ツルツル。ツルツルはとても滑らかで滑りやすい時に使います。水や油で濡れていたりすると滑って転びそうになります。また、お風呂に入って肌がきれいな時にも使います。例えば、このように使います。さっき掃除をしたので床がツルツルです。お風呂に入って肌がツルツルです。ザラザラ。ザラザラは小さなデコボコがたくさんあるときに使います。紙やコンクリート、石などを触ると手に引っかかるような感じです。ツルツルと逆の意味で使われることもあります。例えば、このように使います。この紙はザラザラしていて、絵がうまく描けません。古い建物の壁はザラザラしていました。ふわふわ。ふわふわは柔らかくて軽いものに使います。布団、雲、パン、ぬいぐるみなどがそうです。手で触ると気持ちが優しくなるような感じです。例えば、このように使います。このパンはふわふわです。とても美味しいです。ふわふわの雲が空にたくさんあります。ギトギト。ギトギトは油で汚れていて見た目がきれいではない時に使います。キッチンやラーメンのスープなどがそうです。たくさん使われた油が光って見えるイメージです。例えば、このように使います。このラーメンはギトギトだけど美味しいです。ギトギトのフライパンをスポンジで洗いました。サラサラ。サラサラは乾いていて細かくて軽いものに使います。髪の毛や砂、紙などがそうです。手で触ってもすぐに手から
なくなります。例えば、このように使います。お姉さんの髪はサラサラで、とても綺麗です。海の砂はサラサラです。ガチガチ。ガチガチは硬くて動かないときに使います。また、人がとても緊張して体が硬いときにも使います。肩や背中が疲れているときにも使います。例えば、このように使います。たくさん勉強をして肩がガチガチになりました。プレゼンの前でガチガチに緊張しました。カラカラ。カラカラはとても乾いていて水がないときに使います。喉が渇いたときやずっと雨が降っていないときに使われます。例えばこのように使います。運動したら喉がカラカラになりました。雨が降らなくて地面がカラカラです。ドロドロ。ドロドロは水と土などが混ざってゆっくりしか動かないときに使います。きれいではなく少し汚れていたり重い時の言葉です。例えばこのように使います。川がドロドロしています。水が汚れています。雨が降ったので道がドロドロになりました。日本のオノマトペは漫画やアニメにもたくさん出てきます。だから子供も大人もオノマトペをよく使います。今日のオノマトペもよく使われるので、チャンスがあったら使ってみてください。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次の動画で会いましょう。お疲れ様でした。グッドボタンやチャンネル登録をしてくれるとすごく嬉しいです。最後まで見てくれて本当にありがとうございました。